おはようございます。昨日バンクベッドで初めて寝てみたんですけど、心配していた高さの圧迫感もなく快適に眠れました。横幅が1600ミリありますんで、一人で寝ると寝返り打ち放題です。家のベッドより広いんでぐっすり眠れました。はしごがないんで、ここの台に足かけております。出発の準備ができましたんで、早速再出発します。今ここは日本海側の石川県なんですけど、ここから高速道路に乗って太平洋側の愛知県へ行きます。 Google マップで200キロ4時間半と出ています。キャンピングカーなんでゆっくり行きます。なのでだいたい高速道路5時間ぐらい移動すると思います。途中サービスエリアで車中泊します。大江戸温泉長山さん、ありがとうございました。豪華ディナーもついて快適な車中泊ができました。また来ます。いやー、運転が楽しいです。このトラビリオ本当にいいベース車ですね。トルクもあるし、コーナリング時のロール横揺れですね、これがすごい少なかったです。トラックベースなんですが、乗用車に近い乗り心地です。今日の高速道路はどうでしょうか。確かめたいのが、東湾車線のような急な上り坂、他の車についていけるでしょうか。そしてキャンピングカーの大敵、横風の煽りですね、どのぐらい揺れるでしょうか。個人的にはその辺が気になりますので、今日しっかり体感します。明日日本特殊ボディ三重店に行きます。三重県と愛知県をつなぐ強風の高速道路、伊勢湾岸道があります。そこ走行して横風の煽り体感します。あと今回長距離なので高速道路の燃費も計測します。はい、高速道路入る前にコンビニ寄って食材買っておきます。コンビニのこの段差どうでしょうか。おお、すごいですね。綺麗にショックをいなしてくれます。もっとガタンガタンなるんですけどね、キャンピングカーって。これは快適です。コンパクトなキャブコンなんで、もう店の真ん前止めました。右側少し空いています。左側もこんだけ空いています。横幅が1770ミリなんで2メーター以下にしっかり収まっています。全長も4930ミリなので5メーター以下の一般的な駐車場でしたら大丈夫です。一般的なキャブコンだったらこのボディからですね、シェルが横にはみ出しています。でもハヤテはほとんどはみ出していません。かなりスリムですね。これ高速道路、風の抵抗も少なそうです。でバンクもね、流線形というんですか、少し先端がとんがっていて風がちょうど流れる形になっています。リアはダブルタイヤなんで直進安定性も良さそうです。でこの3日間一般道走ってみて感じたのが、この専用のキャンピングカー専用にチューニングされたリアのショックアブソーバーやリーフスプリング、そしてスタビライザー、こちらの装備が本当に素晴らしかったですね。これトヨタカムロードだったら社外品で50万円から80万円ぐらいかけた装備になると思います。
はい、40キロから80キロまでフル加速しました。かなりスムーズに80キロに達しました。最初軽く踏んでもあんまり加速しなかったんですけど、ガッと強めに踏み込むとエンジンの回転数が上がって急加速してくれました。そこからは一瞬で80キロに達しました。これならどんな高速道路の合流でも問題なくできると思います。高速道路入ってから15分ぐらい走行しました。少し走ってみて感じた直進安定性なんですけど、良くもなく不可もなくといった感じです。今のところふらついたりすることはないんですけど、なんかどっしりもうまっすぐ走ってるという感じはしません。ステアリングを少し動かすとすぐクイックに動く感じです。この辺はトラックベースのキャンピングカー全部に言えることなんですけど、ホイールベースが短いんですよね。ホイールベースは前輪と後輪のタイヤの距離になります。短いのでよく曲がります。最小海底半径はなんとトラビオは 4.4 メーターとトヨタカムロードよりも小回りが利きます。その分直進安定性が犠牲になったのか確かめたいですね。今んとこ風の煽りもなく順調に走っています。直進安定性の良し悪しが顕著に出ると思いますので、また風が強くなってきたらお伝えします。はい、ここからしばらく山間部に入ります。燃料給油するとこないので今満タンにしておきます。燃費計測したいのでトリップメーターゼロにして燃費も計測します。ここのサービスエリアは道の駅も併設されています。トイレをお借りして少し食材買ってきます。で、車内で少しお茶します。で、帰ってきた時に涼しいようにもうエアコンつけておきます。現在車内後ろが 35.1 度、かなり暑いです。サービスエリア駐車枠のすぐ目の前が南城サービスエリア、お土産屋さんとトイレとファミマとスタバがあります。で、スタバから少し歩けば道の駅南越前があります。福井県の山々が見えます。景色もいいですね。今ちょうど七夕の季節なんで願い事がたくさん書かれています。楽しい旅行になりますように、今の幸せが続きますように。本当そうですよね。ここのサービスエリアや道の駅はアクセスがいいので旅行中立ち寄る方も多いんでしょうね。こうやって人の願い事を見るのも楽しいですね。どこかなーってこれ一瞬で分かりますね。いただきます。ごちそうさまでした。お腹いっぱいになりました。こうやって高速道路上でも地元の食材をいただけるのはありがたいです。ソースカツは2カツもあり、味も濃くお昼ご飯にはぴったりでした。そして卵寿司なんですけど、初めて食べましたがありですね。卵はすごい薄味で優しい味です。そして中のご飯は酢飯でした。ちょっと卵が半熟気味なんで卵かけご飯の雰囲気もあって
毎日食べたくなるような味でした。この冷蔵庫の容量が88リッターもありますんで、もう一人使いではめちゃくちゃ余ります。家族3人でも 2,3 日の旅行は大丈夫なぐらい容量があります。はい、それではちゃちゃっと片付けます。ゴミはこのリアベッドの下に溜めていっています。で、昨日までのゴミはもう RV パークで処分しました。このリアベッドの下は全部が収納になりますんで、もう大容量の収納になっています。その他収納の場所としては、この2段ベッドの上のところですね。ここに結構奥行きのある物入れがあります。そしてキッチンスペース上段に収納で、このシンクの下に清水タンクと排水タンク、そしてその横スペースちょっとあります。で、その横、これが結構使い勝手良かったです。ここに今自分はお箸とかこういったハサミとかですね、スプーンとか入れています。その下も全部収納になっています。この扉は入り口側にあります。2段になってますね。あとはこのダイネットの上ですね。ここも大きめの収納が2つあります。かなりアクセスのいい収納なんで、食材や着替え、調理器具などを入れてもいいですね。そしてソファー下は電装系や FF ヒーターなど入ってますんで、収納としては使えません。このソファー下はアクセス悪いんで、もうあまり開けることのないキャンピングカーの装備が入っています。入り口、冷蔵庫の後ろ、ここにね、隠し収納みたいな感じで結構なスペースがあります。あとマルチルームもあります。今回は自分荷物を置いています。結構な広さありますんで、ラップトイレなど置くことも可能です。以上が収納です。この車コンパクトなんですけど、収納はまあまああります。この3日間車幅がコンパクトなこのキャンピングカーで過ごしてみて感じたことをまとめると、大きなフル装備のキャブコンとハイエースのバンコン、一番大きなタイプの中間といった感じです。めちゃくちゃ広いというわけではないんですけど、これ高さも十分あって1910ミリあります。なので窮屈さは全く感じません。1人2人で過ごすには十分な広さがあります。気になった点は、大人が乗れる常設ベッドがないぐらいです。これ長さ1650ミリなんで子供用のリアベッドになります。ただこのバンクベッド展開すぐだったんで、こちらをメインベッドにすれば問題ないかなと思います。今日もこのバンクベッドに寝てみて、メインベッドとして使えるのか、準備片付けも含めて体感します。この運転ではね、幅がない分すごい楽です。街乗りではどこでも気軽に止められるし、多少この車線内でですね、ふらついてもこの線の中に収まってますんで、他の車に迷惑をかけることも少ないと思います。今回こちらのキャンピングカーをベースにクピオプロデュースのキャンピングカーを製作予定です。今回のこの5日間の旅をもとに気になるところを改善してプロデュースキャンピングカーに取り入れて、実際の車中旅で使いやすいキャンピングカーを作りたいと思います。最後にどんなキャンピングカーにするか、レイアウトも含めて発表したいと思います。はい、じゃあエアコン切って出発します。現在のリチウムバッテリーの残量は 76% です。このキャンピングカーは今 400Ah の容量のリチウムバッテリーが搭載されています。走行充電の発電量はまだ上がるそうなんですが、現時点での高速道路の走行充電の発電量も調べておきます。ここから何時間か走行してから何%増えたか確かめてみます。はい、ちなみに今現在エンジンかけただけなんですけど、37A 入力されています。13.37V と表記されていますので、ワット換算で約 500W 走行充電でサブバッテリーへ充電されています。はい、満タンになりました。で、このトリップメーター B をリセットしておきます。はい、東湾車線現れました。かなりきつい上りになっています。現在前のトラックに合わせて約70キロで走行しています。で、ちょっと失速してきたんでアクセルを軽く踏みました。そうするとまた再加速して70キロにキープしてくれています。もうこの速度帯では全然問題ないですね。ちょっとこの状態で加速できるか試してみます。はい、東湾車線のきつい上りだったんですけど、加速して追い越すことができました。アクセル強めに踏むとプラス10キロすぐに加速してくれました。この性能なら上り坂で大名行列を作ることもないと思います。むしろ流れを引っ張っていける能力はあると思います。
滋賀県までやってまいりました。結構走りました。ここのパーキングエリア、コインシャワーありますんで、シャワー浴びて、もう今日は早めに車内で仮眠して、明日の朝出発します。でこんな感じで、このパーキングエリア、もうトラックがずらーっと休まれています。でエンジンもつけっぱなしなんで、かなり音はします。なのでこの状態で騒音どのぐらい中に入ってくるのか、眠れるのか、遮音性を確かめます。お、かなり静かになりました。聞こえないことないんですけど、このぐらいだったらもう全然問題ないと思います。今パソコンちょっとつけっぱなしだったんで、このインバーターのファンの音がしてるんですけど、そっち側の方が大きいぐらいです。サブバッテリーの残量が 85% まで回復したんですけど、なんかエアコンがですね、一旦切ったんですけど、またついてました。それに気づいたのが滋賀県入ってからなんで、正確な走行充電の発電量が分かりません。なので今日またクーラーつけてバッテリーかなり減りますんで、明日走行してどのぐらいバッテリー回復するかチェックしておきます。ここのエントランスのドアなんですけど、ダンパーついてますんで、こう開くとここで止まってくれます。なのでここで何かロックする必要もありません。このドアいいですね。車内エンジンの熱が結構上がってきてましたんで、マックスファン回して少し換気しています。ここですね。こんな感じで今のシャワーの状況がリアルタイムで見れます。これがいいですね。はい、じゃあ行ってきます。いやー、さっぱりしました。今日もなんやかんやいて体汗ばんでたんで気持ちよかったです。シャワーは10分300円でした。10分ちょっと足りないかなと思っていたんですけど、水の量すごかったんで5分余っちゃいました。ドライヤーも無料で使えました。はい、火もすっかりくれました。で、ハヤテなんですけど、灯火類が LED ですごいかっこいいんですよね。リアはシーケンシャルウインカーです。夜光らしてみます。流れるウインカーかっこいいですよね。これ後ろ走っていてキャンピングカーがこんなウインカーだったら一瞬おって思いますよね。フロントのウインカーもこんな感じで LED です。ヘッドライトとかもね LED なんで一回つけてみます。夜めちゃくちゃかっこいいですよね。この縦の LED やいすゞが光っています。でこれなんとですね、ここギミックがあって、ヘッドライトウォッシャーあります。ここウィーンってできてウォッシャー機がバーって当たって、これ雪とかでも溶かして視界を見やすくなります。 LED ライトの欠点が克服されています。ちょっとやってみますね。これやばいですね。これを出すために雪道走りたいです。いや、いいもん見れました。この辺いすゞはちゃんと最近の車のように灯火類や車の装備なども進化していってる感じですね。それでは車内でゆっくり休憩します。いやー、しかし本当ハヤテのエアコンはよく効きます。この位置なんで直で当たるっていうのもあるんですけど、比較的コンパクトっていうのもあるんですけど、構造上よく効くようになっています。このリアベッドの上部はカーテンで仕切っています。でこのリアの下ですね、この下はかなり熱くなっています。でもここはしっかり断熱が効いています。なのでリアベッドの収納部分結構広いんですけど、冷やす空間が狭まっています。あとは運転席との仕切りですね。ここ結構板で仕切られてますんで、ここしか
空気が出入りするとこありません。なので効率よく冷やすことができます。ちなみにエアコンは標準装備です。これは嬉しいですね。で、FF ヒーター、暖房とこのマックスファンはオプションだそうです。この昨日買ったホルモン鍋まだ凍ってます。冷蔵庫のこの上の部分ですね、ここは冷凍庫になっています。軽い仕切りなんですけどかなりよく冷えています。今日の晩ご飯なんですけど、このコンビニで買ったホルモン鍋に麺ですね、これぶっこんだら美味しいんちゃうかなと思います。ちょっと一回やってみます。めちゃくちゃ美味しそうですね。それではいただきます。はい、ごちそうさまでした。あんなにあった汁が一滴もありません。全部麺が吸ったんですね。そのおかげで麺が濃厚でホルモンの旨味をたっぷり吸っていました。こんなに簡単でお手軽に美味しいもの、コンビニアレンジで作れるんですね。麺入れて正解でした。皆さんもぜひ明日の帰りローソンに寄ってホルモン鍋に麺をぶち込んでみてください。めちゃくちゃ美味しいです。結構ね、ホルモングツグツ煮たんですけど、匂い今ほとんどしません。この周りに汁などが飛び散らないように対策すれば、ある程度匂いの出る車中飯でも早手なら問題ないことが分かりました。さあ、それではもういい時間なんで、そろそろ眠ります。今日はまたバンクベッドで眠ります。歯磨きだけ済ましてベッド展開します。
それではバンクベッド展開していきます。昨日はこういった敷布団とか何も置いてない状態で展開して、でその上に引きました。で今回も一回敷布団を敷いてます。でそれをこんな感じで折りたたんで、でベッド展開してみます。半分ぐらいまで引きます。でさっきこの下のマットですね、これを出します。でもう全開まで引きます。でマットをはめます。であとは折りたたんでいた敷布団と掛け布団を伸ばせばベッド展開完了です。これ皆さんどう思われますかね。こんだけの展開なんで大丈夫だと思う人もいてるし、これメインベッドとして使うなら毎回こんだけマットはめたりとか引いたりとかちょっとめんどくさいなっていう人もいてると思います。この辺は人によって分かれるかもしれません。で昨日はですね、ベッドに上がってから携帯充電器やこういった Apple Watch の充電器、あとエアコンのリモコンとかですね、この辺ちょっと何回も置いてしまったんで、もう今回上げておきます。これ結構重要です。電気はこれすごいいいなと思いました。このバンクベッドだけ残せます。あとはここ手元で消せますんで、こんな感じで。なのでもう下に降りてくる必要はありません。いや、いいですね。この空間落ち着きます。やっぱりこの横に広い広大なスペースですよね。これは快適です。自分はあんまりバンクベッド好きじゃなかったんですけど、このハヤテのバンクベッドは結構いいなと思いました。ただちょっとやっぱりですね、下に比べると気温は高い気がします。こっち側に冷気溜まりますんで、なんかサーキュレーターとかでこっちに冷たい風を送ってくれたらちょうどいいかもしれません。もしくはもうエアコンをですね、1度か2度ぐらいさらに低く設定しておいたら、下は寒いと思うんですけど上はちょうど良くなると思います。それは一人で使う限定になっちゃうんですけど、何か対策すれば快適な温度になりそうな気もします。でここ騒音なんですけど、バンクベッドって結構響いたりするキャンピングカーも多いんですけど、ハヤテはそんなに響いていません。実は今横にもトラック休憩されています。こんな感じでもう小型車枠を4つぐらいですかね使って休憩されているトラックもいらっしゃいます。多分もう大型の枠がないんでしょうね。多少はエンジン音聞こえるんですけど、自分はもう全然問題ないと思います。アップルウォッチつけて睡眠の質を測りながら眠ります。明日最後なんですけど、伊勢湾岸道を走ってから日本特殊ボディ桑名店さんに行きます。でそこでこのハヤテを展示されるそうです。もしこの車気になった方いらっしゃいましたら、日本特殊ボディ桑名店さんに行けば見れるし、多分試乗もできると思います。走りがねほんとすごいいいんで、ぜひ体感してほしいです。今日も運転していてすごい楽しかったです。なんかキャンピングカー運転するときってトラックを運転するぞっていうちょっと肩に力が入るんですけど、このトラビオベースのキャンピングカーハヤテはスイスイ走ってくれるので、本当毎日買い物行く時でもパッと乗れそうな気がします。気軽に乗れる感じですね。明日も最後ドライブ楽しみたいと思います。それではおやすみなさい。おはようございます。とても気持ちいい朝です。うわ、これすっごいな。よく寝てます。これ Apple Watch のアプリで睡眠の深さがわかるんですけど、このコアと深いのが深い眠りですね。ほとんどがもうそういった睡眠です。そしてこの覚醒っていうのが知らない間に起きてるんですけど、もう2回しかなくて時間にすると3分です。もう本当に家のように深い睡眠で疲れも取れました。車中泊の場合意外と騒音などで翌朝なんかだるいなとか疲れが取れてないことが多いんですけど、ハヤテは遮音性バッチリなんで深い眠りについていたことがデータでもはっきり分かりました。降りるときはここの台ともうテーブルに足乗せて降りました。はしごがなかったんで、もうこれがデフォルトかもしれません。バンクベッドの収納なんですけど、やっぱりちょっとマット外してこう奥にして押すっていう行為がそんなに大変ではないんですけど、メインベッドとして毎回するなら自分はちょっと手間かなと感じました。このマットだけならいいんですけど、その上に敷布団と掛け布団をまたセッティングしないといけません。
そして冬場ならもっと分厚い布団、毛布とかそちらもセッティングし直さないとダメなんで、そう考えるともうちょっとなんかスマートな方法があったらいいなと思いました。現在の外気温が 35.9 度、中は 26.4 度ですごい快適です。エアコンもずっとつけっぱなしで快適でした。バッテリーは 27% まで減りました。この電子レンジなんですけど、すごい反射します。なのでちょうど鏡側になって使い勝手いいです。もう出発しようかなと思ったんですけど、ちょっとお腹空いちゃったんで、パンありますんでフライパンで調理してパパッと朝食いただきます。電気が心配なんですけど、 IH ヒーターは短めに使用します。アルミホイルを使ってひっくり返しただけなんで、全く洗い物出ないのがいいですね。いただきます。ごちそうさまでした。いや、美味しかったです。で、今ですね、バッテリー残量が 17% まで減ってきました。これはもうそろそろやばいですね。エアコン切っておきます。この三菱の霧ヶ峰は切ってから内部クリーンですね。エアコンって中結露がついて汚れやすいんですけど、この内部クリーンがあれば比較的結露も少なくて汚れにくいモードになります。この内部クリーンの難点は、すぐに出かけたい時、インバーター切りたい時ですね。これこのまま切ると途中で内部クリーンが止まっちゃいます。ちょっと片付けながら5分ぐらい様子見ます。5日間ここで調理してみて感じたことなんですけど、最初ね、結構狭いかなと思ったんですけど、こうやって IH 調理器置いてもまだスペースちょっとありますんで、問題なくフライパン料理はできました。で、こっち側の冷蔵庫の上のテーブルがすごい使いやすかったです。材料とか一旦こっち置いて、でこっち側で調理するということができました。よくキャンピングカーなどはこのシンクのテーブルの横ですね、ここ跳ね上げ式のテーブルがあります。でもここ収納ありますんでつけられないんで、ここにですね、何かスライドでガッてこう板が出てくるような感じですね、あればもう最高だと思います。そうするとかなり広い調理台になります。この天板の色なんか統一感あってすごいいいですよね。この白とかグレーベースなんで無機質なビジネスホテルっぽい雰囲気もありつつ、こういった木の天板があることによって非日常的な山小屋感のある雰囲気もあってすごいいいですね。自分はこういった木の方が好きです。さあ、それでは伊勢湾岸道行って強風の煽り体感してみます。で、行くルートなんですけど、この伊勢湾岸道できるだけ長く走りたいので、この端から入って右側の方に抜けます。なんでこのちょっと山の方ですね、今から一般道を走って、で三重県の桑名市ですかね、その辺あたりから伊勢湾岸道入ります。
でエアコン内部クリーンあるんですけど、もう出発しますんで切っておきます。これで走行充電器の発電量も調べます。はい、現在 17% です。トラビオ、すごい視界がいいんですけど、このトラビオの元になるいすゞのエルフミオ、その場合でしたら、ここにね、収納があるんですけど、トラビオの場合は視界を良くするためにここないそうです。このトラビオは最先端装置がたくさんついています。安全装置以外に車両状態監視システムもあります。車のメンテナンス情報以外に、車が不調になった時にいすゞに共有したり問い合わせができるシステムです。あとはいすゞのサービス向上検索や DPD 不調、アドブル残量、バッテリー電圧、エンジンオイル交換までの残り距離、そしてエンジンの異常状態、この辺が常に監視できるシステムです。ステアリングの左にスイッチがあって、それを切り替えていくと車両の状態が分かります。これは安心ですね。新名神高速道路に入りました。で、ここから間もなくしたら伊勢湾岸道です。はい、伊勢湾岸道入りました。ここから風がすごく強くなります。で、今吹き流しなんですけど、そんなになびてなかったんで、多分風速はそんなに強くないかなと思います。今トラックが追い越しかかったんですけど、その時ちょっと風圧で揺れました。はい、今も完全に海の上です。景色はいいんですが、少し怖さもあります。時折横風が突風みたいな感じですね。それが車体に当たってる感じがハンドルを伝わって感じます。ちょっと横に揺れる感じですね。で、軽く修正打を打てばまっすぐ走ってくれる感じです。でも今日はね、そんなに風が強くないんで、あんまり揺れません。今右手に遊園地があるんですけど、この辺になるとちょっと風が強くなってきました。さっき吹き流しが下だったのがちょっと上がってきて、だいたい風速7メーターぐらいですかね。車体に当たっています。で、速度は現在約70キロです。このぐらいの速度でしたら全然問題なくまっすぐ走ってくれます。どっちかやったらもう前トラックが通り過ぎる時の方がちょっと風圧を感じるぐらいです。この先がですね、ずっと渋滞してるみたいなんで、この伊勢湾岸道だいたい半分ぐらいですかね。そこで降ります。はい、ちょっと公園とかで駐車できるとこ探します。こんな感じで急に初見の狭い道も安心して走れるのはコンパクトな車体のおかげですね。ちょうどいいところに無料の広い駐車場ありました。いや、のどかでいいですね。心が洗われます。この走行中、後ろはエアコンつけてなかったんですけど、この天井とかですね、全然熱くなっていません。このバンクのところも熱くなりやすいんですけど、もうぬくくもないですね。天井は直射日光ずっと当たってるんで、かなり熱くなるんですが、やっぱり断熱ボディすごいですね。とうとう5日間の車中生活終わりました。すごい楽しかったです。一人でのコンパクトキャブコン旅、これは究極の車中泊旅だと思いました。この高さだけ気にすればどこでも行けます。車内は強力な断熱のおかげでエアコンの効きもよく立って生活できるので快適です。やっぱり人間はたまに立たないと体の調子が悪くなります。なので横幅が少しコンパクトでも高さがあるので何ら窮屈に感じることはありませんでした。今回の高速道路旅で新たに感じたことありましたのでお伝えします。その前にまずは検証データ系からお伝えします。まずはこの炎天下でのエアコンの消費ですね。昨日夜6時ぐらいから使い始めて一晩経って約 59% リチウムバッテリーが減りました。400Ah のリチウムバッテリーなんで、この時期 300Ah は必要ということになります。調理で IH ヒーター10分ぐらいと、あとは電子レンジ、照明や冷蔵庫もつけっぱなしです。リチウムバッテリーはできればやっぱ 400Ah 欲しいですね。もういけるなら 800Ah でも 1000Ah でも何本あっても困りません。そして走行充電なんですけど 16% だったのが
1時間20分走行して 27% まで増えました。なので1時間で 10% ちょっと増える感じですね。1時間 10% なので 100% に走行充電でしようとしたら10時間近く走らないといけません。ただ製品版はもうちょっと充電量多くなるようですが、大容量のリチウムバッテリー搭載するならソーラーパネルか、もしくはもっと強力な走行充電器が必要ですね。次、高速道路の燃費なんですけど、1リッターあたり 11.3 キロ走りました。これ途中からリセットボタンを押しましたんで、157キロの走行データになります。昨日一般道では1リッターあたり 9.9 キロだったので、カムロードに比べたらだいぶいいですね。しかも軽油なので燃料価格も安めです。これなら普段使いできるレベルですね。この一般道では走行性能の良かったトラビオベースのハヤテ、今日の高速道路旅での感想なんですけど、昨日の一般道と同じですごく走りやすかったです。キビキビ走ってくれるイメージです。高速道路ジャンクションでの結構きつめのコーナリングですね。その時もロール少なかったです。傾きがあまりなくスムーズに走ってくれたんで、横転のリスクも少ないんじゃないかなと思います。そして加速ですね。登坂車線のようなきつい上りでも加速して追い越しできるぐらい余裕でした。やはり軽さとトルクに余裕があるんでしょうね。ディーゼルエンジンはキャンピングカーにはぴったりですね。風の煽りについてなんですが、最後の伊勢湾岸道はそこまで風が強くなかったので強風じゃ分かりませんが、風速7メーターくらいだったら問題ないレベルです。全く揺れないというわけではないんですけど、キャンピングカーにしては揺れは少なめでした。また強風時走行してみたいですね。最後に今回の高速道路旅で新たに感じたメリットデメリットをお伝えします。2つずつありました。1つ目はこのバンクベッドです。リアベッドの長さは1650なんでメインベッドとしては使えません。ここのソファーベッドも展開に時間かかってしまうんで、このバンクベッドをメインベッドとして使えるかという点で試乗してみたんですが、ちょっと寝る前に展開するには気が重いなと思いました。さあもうお酒も飲んでご飯も食べてそのまま寝るぞって言った時に、これ一回引いて、でマット奥のやつを持ってきてはめて、で布団敷いて、で上がって寝るんで、ちょっとやる気スイッチがいるなと思いました。今だったら3アクションぐらいなんで、なんか1アクションでもすぐ寝れたらいいなと思います。それだったらメインベッドとしても全然問題ないかなと思います。なんか電動とかでウィーンって降りてきたら最高ですよね。でここの空間自体は全然問題なかったです。というか快適でした。騒音も少ないし、ベッドマット硬いかなと思っていましたが、朝起きたら問題なく快眠していました。あとはベッドに乗り降りする時のはしごですよね。今はテーブルなどに足かけないといけないので、なんか簡易的なはしごあればいいなと思いました。収納場所に困らないタイプのはしごでコンパクトなのあればいいですね。もうこの下までつかなくていいんで、途中まででもいいんであればいいなと思いました。もう一つデメリットありました。この冷蔵庫なんですけど、すごい使い勝手うまくて大きくて位置も良かったんですが、よく冷えるように排熱処理されています。ここなんですけど、ガラリーがついていて、でここからですね、結構あったかい風が常に出ています。エアコンで冷たい風が来るんで、車内は冷えるんですけど、この熱をなんか外に出せるような仕組みがあればいいなと思いました。で次、良かったところなんですけど、リアのチャイルドベッドスペースなんですけど、ここ長さが1650で横幅が800あります。ここ最初なんか無駄なスペースかなと思ったんですけど、1人2人で使うならここはベッドでは使えないので違う形で利用できます。そう考えるとかなり広大なスペースになります。でいろんなアレンジができるように、もうこれ簡単に外せるようになってます。下も外せます。なので思い切っても全部取っ払っちゃって家に置いといてもいいですね、マット。そうなるとここにですね、いろんなものが置けます。自分のキャンピングカージル520の場合はここにトイレ置いたりテーブル置いてドレッサーにしたりしています。そういった感じでオーナー一人一人がそれぞれのアイデアで面白い使い方できるのはなんかいいですよね。これぞキャンピングカーの楽しみといった感じです。皆さんならどう使いますか？なんか夢膨らみますよね。2つ目のメリットはこの価格なんですけど、1000万以下で新車のキャブコンが買えます。オプションなど何もつけていなければ1000万以下です。エアコンは標準でついています。1000万以下といっても安くはないんですけど、今キャンピングカーの値段が上がってきて、ハイエースのキャブコンなどは1000万円以上軽くします。そう考えるとこの新型のベース車両トラビオベースのキャブコンはありなんじゃないかなと思います。で日本特殊ボディさんは家具の精度がすごい高いんですよね。今回の走行中、家具のきしみ音も全くしませんでした。かなり長距離走ったんですけど、全くきしみ音はありませんでした。日本のメーカーさんなんでメンテも安心ですね。でこの分厚い断熱ボディが全体覆ってますんで、遮音性と断熱性もすごくいいです。
このキャンピングカー単品で見るとそんなに安いとは思わないかもしれませんが、他のキャンピングカーと比較すると新型ベース車両のキャンピングカーも視野に入ってくると思います。ちなみに今現在の納期は半年から10ヶ月ぐらいだそうです。以上で今回の5日間車中泊生活でのハヤテの感想になります。新型ベース車両しばらく乗ってみて、自分がキャンピングカープロデュースするならどういったキャンピングカーになるかいろいろ考えましたんで、ここで発表させてもらいます。まずこのダイネットスペースなんですけど、このスペースはこういった感じで対面という感じではなくて、こう横にソファーがあって、でここ一人座れる L 字型がいいかなと思います。逆 L 字っていうんですかね。でここ1箇所だけ椅子置いて、デュカトのような回転椅子がいいかなと思いました。こうくるって回転するやつですね。そうすると前向きで前に3人で後ろもう1人、ここチャイルドシートも付けられます。停車中はくるっと回ってここを囲むような感じで4人が座れます。でここのダイネットスペースのこっちが後ろなんですけど、こういう感じで後ろまで常設ベッドにしたいと思います。で常設ベッドのその奥ですね、向こうがマルチスペースになります。そしてマルチスペースのここがもうそのままキッチンですね。昔グローバルというビルダーさんがいたんですけど、そのキャンピングカーの中でユーロスターというキャンピングカーがありました。そのレイアウトが今言った感じのレイアウトでした。パッて入って何も障害物もないんで、すごく広く感じるんですよね。しかもここは常設ベッドなんで、もうすぐゴロンとなれます。で奥から長さ的にここまでが150なんで、もうちょっと欲しいんで190か2メーターですよね。なんでここ延長しないといけません。でここは簡単にワンアクションで延長できるようにしたいと思います。こうパタンと延長されると結構視界が閉鎖的になっちゃうんで、こう引く感じがいいかなと思います。でこの常設ベッドの下は広大な収納になりますんで、ベッドをこうダンパーで上げてなんか荷物を入れれるようにしたいと思います。でこっちが側面は何か収納棚とかですね、すぐ取れるもの、調味料や簡単な家電製品とか置けるようにしたいです。でここはマルチルームになります。トイレとシャワー両方できるようにしたいと思っています。でこのマルチルームがそのマルチルームと仮定して説明しますと、シャワーはできるようにして、でトイレなんですけど、結構ね出し入れがめんどくさいなと思いますんで、こうトイレラプポンとか置いて、こうスライドで横に収納できるようにしたいと思います。ちょうどこのマルチルームの横ですね、ここはベッド下になりますんで、広大なスペースがあります。そこでラプポンが収納できるようにしたいと思います。でキッチンなんですけど、少し狭くなると思いますので、何か跳ね上げ式で延長できるテーブルはつけたいですね。で車内で調理も楽しめるようにここにレンジフードをつけたいと思います。でこの壁なんですけど、逆にも窓なくしてもいいかなと思います。というのもですね、調理した時に結構汚れが飛びます。その時に拭き掃除しやすいように平らな方が逆にいいかなと思いました。もしくは油跳ねガードとかですね、そういうのを囲めるものを置いて、ですぐに収納できるようになんか考えたいと思います。そうすれば車内で調理しても車内に匂いが残らず料理を楽しめると思います。そしてバンクベッドなんですけど、やっぱり先ほど説明した感じでワンアクションですぐに展開できる方がいいですね。ここもう引くとそのままなんかマットがついてくるような感じですね。それがいいと思います。もしくは電動の昇降式のバンクベッドですね。そんなんもいいですよね。とにかく寝るのに手間がかからない、めんどくさくないキャンピングカーが長い目で見ればいいと思います。で今回コンパクトキャブコンということで、横が狭いのでこの通路がやっぱり狭かったんですね。でここをどうするか問題ですね。このハヤテは全幅 1770mm なんで、プロデュースキャンピングカーはこのサイズでいくか、もしくは1990ギリギリまで広げるか、すごい悩ましい選択です。運転では幅は狭い方がいいんですが、車内では広い方が快適です。今回の旅で狭いキャブコンもありだなと思いましたが、自分の妄想の進行方向への立て方、常設ベッドになると通路が狭く感じるかもしれません。この辺は実際に日本特殊ボディさんと打ち合わせしながら決めたいと思います。でリチウムバッテリーなんですけど、できればやっぱり 800Ah までオプション欲しいですね。今回 400Ah なんですけど、この太平洋側のこの暑さは 400Ah あってもすぐになくなっちゃいそうだったんで、オプションでもっと大容量選ぶようにしたいと思います。あとは外観もこだわりたいと思います。この白のボディもかっこよくて断熱性もいいんですけど、違うカラーリングもあってもいいかなと思います。あとはこのバンクの形状ですよね。もうちょっとなんかとんがってスタイリッシュになってもいいかなと思います。これも結構かっこいいんですけどね、なんかもっと流線形にしてもいいかなと思います。ただそうなると中のバンクベッドが狭くなるので、その辺の兼ね合いも考えながらデザイン聞いてみたいと思います。どこまで希望を取るか分かりませんが、自分が所有するならという目線で、わがまま目線で考えてみました。とにかく実用的で楽で楽しく車内で過ごせるように自分の経験をもとに考えてみました。
あともう一点面白いかなと思ったレイアウトなんですけど、このリアエントランスにしてしまって、ここの大ネットをもう電動昇降型のベッドにしても面白いかなと思いました。リアエントランスの場合はここが入り口になって、でキッチンマルチルームがあって、ここ全体が大ネットになってすごい開放的です。ただ常設ベッドがないのがデメリットでした。そこでこう昇降式の電動のベッドがあればそのデメリットはなくなります。日本特殊ボディさんは電動ベッドなど得意分野ですので、可能性としては面白いですよね。といろいろ妄想が膨らみますが、また打ち合わせしていってどこまでできるか聞いてみます。それでは今からですね、このハヤテを日本特殊ボディ小金店さんへ持っていきます。小金店さんはここから結構近いです。それでは最後まで気を抜かず安全運転で行ってきます。はい、荷物も下ろしました。ここが日本特殊ボディ小金店さんです。で、今からですね、このハヤテしばらくこの小金店さんで展示されるそうです。なので中見たり試乗したりできるそうですが、この動画出す頃にはまた違う店舗、本社の方に行ってるそうです。そちらは埼玉県です。ただ違う展示車両もありますんで、同じ新型のベース車両、トラビオベースの輝きという車もあります。で、今目の前に見えてるのはトラビオのもうワンランク上の B カムですね。こちらベース車両さくらです。あとは同じ B カムのベース車両の暁もあります。こちら前動画出しました。こちらはオートクルーズもついています。なんと店舗の上にツバメの巣があります。はい、お邪魔します。ここのね、商談スペースがすごい面白くて、キャンピングカーの窓でこの建物自体作られたそうです。すごい面白いですよね。あ、諏訪さんお久しぶりです。お久しぶりです。店長の諏訪さんです。はい、諏訪です。はじめまして。よろしくお願いします。ここで試乗もできるんですよね。そうですね。B カムも試乗できますし、ちょっとトラビオもありますので、はい、車種はその都度お電話なりお問い合わせしていただければいいかなと思いますけども。わかりました。はい。はい、ぜひまたよろしくお願いします。はい。じゃあまた遊びに行きます。はい。お待ちしてます。あ、すみません。ちょうど、メンテで来られてたエクスペディションイーグルのオーナーのニコニコチャンネルさん。はい、そうです。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。中見てもいいですか？あ、どうぞどうぞ。このまま登って大丈夫。登ってください。じゃあお邪魔します。はい。なんか緑の芝生がいいですね。マルチルームがあって、はい。あ、こんな感じになってるんですね。そうですね。やで、はい。初めてこの車を見たときに、はい。ちょっとこう狭いかなって思ったんですよ。はい。登って左見たときに、はい。ただ見たらわかるんですけど、はい見るとかこのベッドがこう下に、わ、すごい。これがはい。あ人形がいけますか？人形。いいっすよ。はい。この辺で止めてあれなんですけど、ここでやっぱ飲んですぐ上で寝れるっていうのが良かったんで。やで結構この下片付けのとか偉いじゃないですか。そうですね。やで前汁乗っとった時に片付けをして結局バンクも使わんだんですよ。荷物置きみたいな感じになって、はい。いやでも今回これ見た時に、すごいいいやんと思って、で外部収納とか結構あったんですよ。それでもうこれにしましたね。これ布団も引いたままっていうのがいいですね。そう、めっちゃ楽なんですからね。結構広いしね。結構広いですよ上。なんかまあ掃除機というか結構広いですね、床下の収納。これが4つ。4つ。はい。これは食器類ですよね。いやめっちゃ入る。あ、上からなんで取りやすいですね。取りやすいですね。そのちょっと埃が入るかなっていう面もあるかもしれんけど。そうちょっとまあ入るけど、こう引いたら。まあでも全然。ほんでこことここにもあるんで、だいぶ入るなこれだけで。ここ行き来できるんですか？めくってください。めくっていいですか？みんなこれ見てるんで。そうやな。あれ、これを運転席ですか？はい、これ運転席になるんですけど、ここのオプションで開けるんですけど、これが80万ぐらいですかね。穴を開けると、はい。結構高い。ただこれ中古で買ったんで開いてました。エアコンはここについていて、でこれは元からあったんですね。エクスペディションイーグル。これが外部収納ですね。あ、結構入りますね。ここの奥が長物が入って。すみません、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。小金店さんすごい敷地広いですよね。ここ三重県なんですけど愛知県寄りなんで結構アクセスはいいです。ぜひキャンピングカー興味ある方遊びに来てみてください。それではご視聴ありがとうございました。